今回は桜ネイル第2弾として上品で大人な桜のアートの仕方ご紹介していきたいと思います。ミラーとの組み合わせ方もぜひ見てみてください。それではまず前回の朝食動画で作ったオフホワイトのカラーを一層引いていきたいと思います。使っていく筆は色ジェルのフラット筆を使っていきます。春のふんわりとしたデザインで仕上げていきたいので、柔らかい白をですね透ける感じでですねベース引いていってください。こういった透け感のあるカラーに関してはですねクリアジェルを多めに入れて柔らかくしていくよりは濃いものをですね薄く伸ばしていった方がムラができにくいので、あまり柔らかくしすぎずにですね作っていただくといいと思います。それでは今回のメインになってくる桜を描いていくんですが、この100均のカラージェルホワイトをそのまま使っていきますので、パレットにですねこんな感じで写しておいてください。で、使っていく筆はプリジェルのスピリッツの筆ですね。これを使っていきます。桜のアートに関してはですね前回も桜のアートのデザインご紹介をしていたんですけれども、その時と同じような感じで描き方は一緒なんですが、ちょっと今回はですね小ぶりな感じで描いていきます。今回もまた最後にですね縁取りをしていきますので、ベースのこの桜の柄に関してはですねふんわりとした感じで描いていきますので、そこまでですねこの桜のこの独特なこの割れ目のところとかですねしっかりと意識して描かなくても、だいたいニュアンスな感じで描いていただければ大丈夫です。そして散っているような感じで表現していきますので、右上の部分そして左下の部分にこんな風にですね花が描けるような感じで描いてみました。で、これで一度硬化していただいて、この状態でですね一旦トップジェルで仕上げていきたいと思います。今回のトップジェルに関してはこの後にマットコートそしてアートをしていきますので、そこまで厚みを出してしまいますとマットコートでですね厚みが出過ぎてしまいますので、少し少なめにですねコーティングしていただくといいと思います。硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取っていただいて、形までですね整えていってください。形の整えが終わったらマットコートを塗っていくんですが、今回使っていくマットコートはですねこれも100均のマットコート使っていきたいと思います。この100均のマットコートも以前の動画でご紹介をしたんですが、ライトに入れるとすぐですねマットの仕上がりになるので、ムラなく結構使っていくことができるので意外にいいと思います。綺麗に塗っていただいて硬化してください。で、硬化が終わるとこんな感じでですねいい感じにマット仕上げになっています。ではここにですね早速縁取りを描いていきますので、使っていく筆は細筆、そしてアート用のジェルの鬼ライナーを使っていきたいと思います。前回の桜とはまたちょっと違った感じにですね大人な感じに仕上げていきたいので、今回のこの縁取りに関しては花びらのこの割れ目のところからこの中心に向かって太いところからこう細く流れるような感じでですねラインを引っ張っていきます。習字の筆みたいな感覚をちょっと思っていただいて、払いとかをですねこの太いところからこうシュッとやると思うんですけれども、そんな感じのイメージでこの花びらの割れ目のところから、中心に向かってシュッと引くような感じで描いていただくと、ちょっと大人な感じの桜に仕上がってくると思います。こういったアートをしていく時のちょっとしたポイントとして、5枚の花びらを描いていくのってなかなかちょっとバランスが難しかったりしますので、5枚の花びらをですねこう描こうとするのではなく、こういった角とか端っこにですね3枚のバランスって結構バランス取りやすいので、3枚の花びらをですねこのちょっとお花がこう半分で描けているような感じでですねこういう風に描いていただくとすごくバランスが取りやすいです。そしてこんな風に斜めなバランスで描いていただくと、これもですね配置としてはすごくバランスよく仕上がってくると思います。で、一度硬化していただいたら続いてですねここにミラーの桜もちょっと入れてみたいと思います。ミラーの桜のお花をですねちょっと散らしていきますので、ネイルタウンのアイシングジェルで細筆を使って花びらを描いていきます。今回桜のお花を主役をミラーにしていこうかなと思って先にですねちょっとチップで練習をしてみたんですけれども、
前回ご紹介した素肌ネイルにお花のアートとかをですねちょっとニュアンスっぽく仕上げたミラーがあるんですけれども、そういった感じになんとなくで表現していく部分にはミラーがすごく映えてくると思うんですけれども、桜はどうしてもですねこの割れ目のところがやっぱりポイントになってくるので、割れ目を入れた感じのしっかりとしたミラーのお花にしていこうと思うと、ちょっと私正直いまいちな仕上がりになってしまったので、もう少しいろんな考え方があるかもしれないんですけれども、桜のお花はミラーで全体的にやるよりはこんな感じに花びらだけをですね散らすような感覚で使っていただくのが素敵になるかなと思ったので、今回この白のお花のところにですね少しミラーの花びらをちょっと散らしてみました。そしてこの白の縁取りと統一感を出すようにですね、このミラーのところにも白で同じように縁取りをつけていきます。今は本当にいろいろなこのアートとかでもですね表現の仕方があるので、私も毎回こういったアートをしていくときに何と何を組み合わせていこうかなっていうふうに悩むんですが、定番なデザインの中に今人気のものをですねちょっとさりげない感覚で入れていくのも素敵だと思いますので、くどくなりすぎない程度にですねさりげない感じで入れていくといいと思います。ミラーアクセサリーも今すごく人気なので、このミラーも私ちょっとたくさん入れたくなってしまいがちなんですけれども、やっぱり入れすぎてしまうとくどくなりすぎてしまってちょっとごちゃごちゃになってしまいますので、バランスいい感じでですねさりげない感覚で入れていくといいと思います。はい、こんな感じでですねミラーで花びら描き終わったら、ミラーどうしてもちょっとですね小さい花びらを描いているのでこの下のマットのところにですね散ってしまっていますので、綿棒とかで丁寧にですね取ってあげるといいと思います。では最後にこのミラーのところだけコーティングをしないといけないので、ノンワイプトップジェルをですねパレットに少し取っていただいて、筆で丁寧にですね花びらのところだけさっさと塗ってあげるといいと思います。私のサロンのお客様で毎年必ず桜が大好きで桜デザインを2回続けてやられる方が見えるんですが、それくらい桜のデザインってその他のお花も含めてですね本当にいろんな表現の仕方があるので、毎年2回ずつやっても飽きないぐらい楽しんでいきますよね。はい、こんな感じで最後にキューティクルオイル塗っていただいたら完成になります。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ベースのカラーをマット仕上げにすることによって、このアートの縁取りラインがですねすごく引き立ってレースのような感じの桜に仕上がったと思います。全体的に白で統一感を出してマット仕上げも使っているのでオフィスでも楽しんでいけるデザインの一つだと思います。シンプルなデザイン、グラデーションとかベタ塗りの中にですね1本だけでもこんな風にですね桜のデザインがあるとすごく素敵に仕上がってくると思います。ぜひやってみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。白で統一した桜のデザインになっているのでそんなに派手にできないという方にもですねすごくおすすめのデザインになっています。ぜひやってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。お勉強が大好きな我が家の中娘なんですが、今小学校で支給されているiPad があるんですけれども、その iPad を使っていつもお勉強の時に時間を計ったりとか自分でやってるんですが、先日その iPad をアップデートしないといけなかったので、私がアップデートをしようと思ってその iPad を預かっていて、でその中身をちょっと見ていたんですけれども、学校の方から写真とかを撮るのは禁止というふうに言われてるみたいで、ちゃんと写真撮ってないかなと思って確認をしたんですけれども、写真ホルダーには写真がなかったので、ちゃんとルール守ってるなと思っていたんですが、何気なくちょっとゴミ箱の方を覗いてみたら消された写真が残っていたんです。なんと中娘、お勉強している時に私の目を盗んで写真を撮って遊んでいたんです。時間を計るのに使っていると思っていたんですが、自分の方を向けているので何をしているのかと思ったら写真を撮って遊んでいるだなんて。そして証拠隠滅かのようにちゃんと消してあるんですが、ゴミ箱まで消さないといけないことを知らない中娘は
まんまとバレてしまったんです。いやいや、遊ぶのはいいんですが、勉強中に写真を撮って遊んで、そしてそれをわからないように消してという中娘のその行動に怒るというより笑えてしまいました。そして我が家のおてんば下娘も私が昔使っていた iPhone を家のこの Wi-Fi 環境でYouTube とかを見ているんですけれども、私の今の iPhone と写真がなんかつながっていて、おてんば下娘が撮った写真が私の携帯にも入り込んでくるんですが、前にもお話ししたようになぜか自撮りをするんです。そして今ハマっているのが変顔。この変顔もどこで覚えたのか分かりませんが、自分なりに変顔をして遊んでいたみたいです。なぜか子供ってこういうことをするんですよね。姉妹揃って同じことをして遊んでいるだなんて、やっぱり姉妹だからなんですかね。以上、そんなこんなの我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。